石破さんがペルーの零細企業を支援するために5000万ドルの融資をすると決めたようです。記事とネットの反応を見てみましょう。日本政府はペルー共和国の北部の小零細事業者とペルー全土の女性が経営する小零細事業者を支援するため5000万米ドルの協調融資を行うことが明らかになった。国際協力機構 JICA によると5月6日ペルー共和国の首都リマで同国においてマイクロファイナンス分野をリードしているミバンコでラミクロエンプレサエスアートの間で融資契約の調印式典を開催した。なお、この事業は米州開発銀行 IDB グループとの中南米カリブ地域の経済回復及び社会包摂協力を目指すパートナーシップ枠組み CORE の中で米州投資公社 IDB インベストとの協調融資として実施される。融資額上限出資額は5000万米ドルとなる。案件名は北部小零細事業者支援事業となる。この事業ではペルー共和国においてミバンコへの融資を行うことにより同国北部を中心とした小零細事業者の金融アクセス改善を図りもって同国の地域間格差是正に寄与する。この事業の融資はミバンコからペルー北部の8州の小零細事業者に融資金額全体の 70%、ペルー全土の女性が経営する小零細事業者に融資金額全体の 30% が転貸される。それでは、ネットの反応です。財源がないとかほざいてなかったか？岸田のみならず、石破の頭もメガネ置き。財源どこ？で、キックバックはおいくらで？個人にも寄付か、個人からもキックバックもらってるってこと？ 72 億円。日本にどんな恩恵がある？そのうち中抜き利権中はいくらだ？僕が起業するって言うても72億円融資してくれるんかな？ペルーの小規模事業者女性起業家に約72億円協調融資するのは日本国政府の必要な施策ですか？どのような必要性があるのか？もう訳がわからん。わからなすぎて笑っちゃうレベル。鳥取県庁にペルーって名の部署があるんじゃないかと。休暇取ったら余計に頭のネジが緩んだ。USAID の肩代わり。情けない。ということで、いろいろ難しい言葉が出てきていますが、簡潔に言うと、石破さんが日本政府の政府開発援助 ODA 資金を活用し、JICA 国際協力機構が、ペルーのマイクロファイナンス機関ミバンコに対して5000万ドルを貸し付け、その貸し付けたお金をミバンコが零細企業や女性が経営する小規模事業者に貸し出すということのようです。途中にいろいろ挟んでいますが、もっと簡潔に言うと、記事の冒頭にもありますが、日本政府がペルーの零細企業や女性が経営する小規模事業者に融資をしたということですね。コメントに USAID の肩代わりとありましたが、本来は米国が途上国のマイクロファイナンス機関への支援を通じ、小規模事業者や女性起業家向けに資金供給を行ってきていたようで、それを今回日本が単独で支援したようです。一応米国は関係ないとのことのようですが、実際トランプさんは USAID の予算を約半分まで削減することを予算案で要求しているようで、確かにちょっと怪しさはありますね。今回は協調融資ということで、日本だけではなく、米州投資公社も融資に加わっていて、日本と米州投資公社合わせて1億ドルの支援がされるということのようですが、正直、日本にも融資をしてもらいたいくらいです。ちなみに、米州投資公社とは、多国間開発銀行である米州開発銀行 IDB グループの民間セクター支援部門で、一見すると、米国が関係してそうな名前ですが、たくさんの加盟国が出し合った資金をもとに運営される国際的な開発金融機関ということです。一応、融資の目的は、現地の女性起業家や零細企業に資金を渡すことで、地域格差を縮めつつ雇用を生み出し、SDGs や日ペルー協力を前進させるという計画のようですが、今、それが必要なことなのかって気は、やっぱりしちゃいますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。